どうもこんにちは、シンクラ工房です。今回作っていくガンプラはこちら、新バーニングガンダム。こちらはビルドシリーズ10周年を記念して作られたビルドメタバースという作品に登場する機体となっております。それでは早速作っていきましょう。今回このキットですごいところはこちらのクリアパーツですね。変更パールみたいな感じで角度で色が変わる仕様になっています。こちらのクリアブルーのパーツも先ほど同様変更仕様で若干赤っぽく見えます。しかしブラックライトでは反応しないのでこちらも蛍光塗料で後で塗っていこうと思います。それでは作っていきましょう。まずは部品の切り出しからです。切り出す際はゲートを少し残した状態で取っていきます。あまり部品の近くで切ってしまうと切り出している際にゲートが折れてえぐれてしまったり発火してしまったりする恐れがあるので、このように少し残して切っていきます。残したゲートを切り終わったらまだ少し段差が残っているのでヤスリで処理していきます。以前までは100均で買ったスティックヤスリ使っていたんですけど、今回からこの紙ヤスを導入してみました。布ヤスリになってるんでね、何回も使い回せる利点があるので、もしかしたら100均のものより経済的なんじゃないでしょうか。本来であればもっと粗い番手で削った後に線番で仕上げるのが理想なんですけど、ヤスリがけが苦手でうまく削れないので線番でちまちまやっています。そして削りすぎないようにこまめに状態をチェックしていきましょう。段差がなくなれば OK です。それでは仮組みしていきます。新バーニングガンダム素組みだとこんな感じです。肩のエンジンのマークがないとちょっと寂しい感じがしますね。あと刀も成型色一色で構成されちゃってるんで寂しいんで、ここも色分けしてかっこよくしていきたいと思います。それではせっかく組んだんですが一度分解して塗装に入っていきたいと思います。分解するのが一番怖いんですよね。無事に分解することができました。その中で合わせ目が目立っちゃうような部品があったので、今回こちらの合わせ目消していきたいと思います。それではまず流し込みタイプの接着剤を合わせ目に流し込んでいきます。この接着剤は溝に当てるだけで隙間に流れ込んでいってくれる優れものになっています。こちらの接着剤、注意点としましてはモールドの近くでやってしまうとそこに流れ込んでしまってせっかくのディテールを消してしまうことがありますので、使用する際は注意して行ってください。合わせ目全体に接着剤をつけたらよーく乾かします。接着剤が乾いたら次にヤスリを使用して削っていきます。こちらはね1000番でやるとなかなか終わらなそうなんで600番取り出してみました。今まで削りすぎが怖くて600番とか使ったことなかったんですけど、いざ使ってみるとなかなか作業がはかどっていいですね。それでこのヤスリがけしてる最中なんですけど、削りカスがものすごく舞うんですよね。吸い込んでしまうと間違いなく体に悪いと思うので、マスクをしっかり着用して行うようにしましょう。接着剤のはみ出し部分がきれいに処理できたら、今度は1000番のヤスリを使って表面を慣らしていきます。それにしてもスポンジヤスリってブヨブヨしてて面が出しにくいと思っていたんですけど、この紙ヤススポンジが結構硬めで使いやすいですね。はい、それではこんな感じで表面がツルツルになったところでやめておきます。引っかかりもないし合わせ目も目立たないので成功かなと思います。それでは次に額のアンテナの部分なんですけど、 HG シリーズって先端の部分に少し突起が出てるんですよね。怪我防止だとは思うんですけど、やはり尖っていた方がかっこいいんで処理していきます。まずはニッパーで思い切って切っていきます。ある程度切り終わったらヤスリで表面を整えていきます。 HG シリーズのアンテナってすごく細いんで、力加減誤ると間違いなく折れてしまいます。後半で折れてしまうとものすごいショックですよね。悲しい経験した人結構いるんじゃないでしょうか。あとね、削ってる最中にヤスリに引っかかってバキっていうパターンもあるので、優しく撫でるようにやっていきましょう。まだ1本目なんですけど無事削ることができました。なかなかいい感じに仕上がったんじゃないでしょうか。それでは次に塗装に入っていきます。
それでは EX ブラックを使用して下地を染めていきます。今回はグラデーションキャンディー塗装にチャレンジしていきたいと思います。以前キャンディーパール塗装でキュベレイを仕上げた時に部品の表面処理しっかりやったらものすごいツヤが出ていい感じだったんですよね。ということで今回表面処理丁寧にやってみました。何も考えずにブラック吹いてるだけでものすごいツヤが出てくるんですよね。手間はかかるんですけど下地処理ってやっぱり大事ですね。はい、こんな感じでめちゃめちゃテカテカに仕上がってきました。続いて EX シルバーを使用してグラデーションをかけていきます。この技法は前回作った MGSD バルバトスで初めてやってみたんですけど、すごいかっこよく仕上がったんで今回もやってみたいと思います。と言ってもまだまだ下手くそでね、ムラがすごいんですよね。いつもやってるベタ塗りと違ってトリガーの操作がすごいシビアなんです。コツはないのかなと思って調べてみるとね、希釈は若干いつもと違う感じにしてみたりとか、エアーツ変更してみたりとか、まだまだわからないこといっぱいありますね。はい、こんな感じで仕上がりました。個人的にはかなりかっこいいんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうね。正解がよくわからないんですね。まだもう一層上に重ねるので、それを塗ったらどうなるかってとこです。楽しみですね。それでは次にクリアレッドで塗装していきます。いつもキャンディー塗装を行う時ね、このクリアカラーで失敗することが多くて、っていうのも重ねすぎて部品の色が合わなくなっちゃったりするんですよね。まずは色の入りにくいようなところから塗っていきます。後でそこを塗ろうとすると余計なところも塗料入ってしまって色合いが合わない原因の一つになってしまいます。ある程度塗り終えたら本塗りに入っていきます。今回使用して思ったのはガイアノーツのクリアカラー、色つきやすくて使いやすいですね。色合いも深みがあって僕の好きな感じに仕上がってきています。てかめちゃくちゃ美味しそう。はい、こんな感じで仕上がりました。いい感じにグラデーションキャンディーできてるんじゃないでしょうか。かっこいいですね。続いて白い部分は初めて使うんですけど、クリアホワイトで塗装していきます。こちらの部品もあらかじめシルバーでグラデーション塗装をしてあります。いつも塗っているただの白と違って色の変化が分かってきますね。これは楽しい。それにしてもこの感じはあれですね。チタニウムフィニッシュでよくある白ですね。すごいかっこよくなってきちゃったんですけど、このクリアホワイトってめちゃくちゃ優秀なんじゃないでしょうか。光の加減でちょっと下地が透けちゃってるんですけど、肉眼で見るとめちゃくちゃいい感じです。ちょっと乾かした状態がこちらです。いかがでしょうか。個人的にはね、すごいかっこよく見えます。続いてコバルトバイオレットを使用していきます。この色も初めて使うんでね、どんな感じになるのかわかんないんですけど、実際塗ってみるとね、この部品色とそっくりなんですよね。下地が透けているだけかもしれないんだね。こちらは後でテストピースを使って確認しておきます。塗装前と比べると若干青みが増したかなって感じの仕上がりですね。続いてスターブライトアイアンを使用して刀の鞘の部分や持ち手の部分、あとフレームあたりですね、塗っていきます。こちらはいつも使用しているお気に入りの色で金属感がものすごく出てくれるダークメタリックになっています。この鞘も部品構成がモナカ状態の組み合わせだったんで合わせ目消しやってみたんですけど、消しきれないでやっぱ塗装すると目立ちますね。ということで合わせ目の部分はねあまり見せられないんで、はい、こんな感じで綺麗に仕上がりました。先端の部分なんかはゴールドで塗りたいのでこの後マスキングをしていきます。はい、こちらは刀の部分なんですけどスターブライトゴールドを使用して塗っていきます。ちなみに動画を撮り忘れてしまったんですけど、刀身の部分はすでにスターブライトシルバーで塗装してあります。この刀の持ち手の部分、ディテールがものすごく細かくて、マスキングしてるだけで発狂しそうになりました。
でもその黒に見合った分のバッグはあると思うので頑張ってみました。それでは乾かしてマスキングテープを外したのがこちらです。めちゃくちゃかっこよくなりました。続いてイエローの部分はパールビビットオレンジを使用して塗っていきます。この色もね、前回のバルバトスで導入してみたんですけど、ものすごい鮮やかなオレンジになるのでお気に入りの一色になりました。いつもだいたいゴールドで塗っていたところなんですけど、今回は特に武装の部分でゴールド使用したので塗り分けるのもいいかなと思ってこの色にしてみました。かなりいい感じの仕上がりです。続いてこの部品ね、腰の前掛けの部分なんですけど、一度スターブライトアイアンで塗装したんですが、なんか黒帯に見えてきたんでね、プリズムブルーブラックで上塗りしていきます。真っ黒でも良かったんですけど、それだと味気ないかなと思ってこの色にしてみました。この色はいつ見てもかっこいいな。続いて冒頭でもあったクリアパーツなんですけど、 UV ライトで発光しないんですよね。ビルド系って言ったらやっぱりクリアパーツの発光かなと勝手に思っているので、蛍光オレンジを使用して塗っていきます。で、この蛍光色なんですけど、 UV ライトを当てた時ね、塗装ムラがあるとすごい目立つんで、慎重に塗り重ねていきます。はい、こんな感じで綺麗に色をつけることができました。それではね、 UV ライトを当ててテストしていきます。うまく光ってくれるといいんですけど、どうでしょうか。あ、いい感じですね。めちゃくちゃかっこいいんじゃない？次に蛍光レッドを使用してグラデーションをかけていきます。っていうのもね、機体名が新バーニングガンダムなんでね、炎をイメージした感じにしたいなと思っていました。ウイングを後方に展開した時に燃えているような感じになると絶対かっこいいと思ったんですよね。はい、こんな感じで仕上がりました。塗りムラじゃねえかと言われるとそれまでなんですけどね、いい感じです。塗料が乾くと色合いが変わってくるんですけど、いかがでしょうか。ものすごいかっこいいんじゃないこれ。続いてクリアブルーのパーツも蛍光ブルーで塗っていきます。この全身の至るところに入っているクリアブルーのパーツもアニメで見るとめちゃくちゃギラギラ輝いてるんですよね。もう絶対光った方がかっこいいのは間違いないです。あとね、クリアパーツの表面の研磨傷とかもね、塗装するとごまかせるので、それも含めてやっていたりします。それでは発光テストを行っていきます。右が塗装前、左が塗装後です。思ったより淡い感じの光り方なんですけど、これはこれでかっこいいんじゃないかなと思います。続いて元々あった変更カラーも使いたい欲張りさんなので、クリスタルカラーのルビーレッドを使用して上塗りしていきます。この青い部品なんですけど、このルビーレッドを重ねることによって光の反射が赤く見えてものすごくかっこよくなります。動画の中だと分かりにくいんですけどね、肉眼で確認するとめちゃくちゃ赤くギラギラ輝いててかっこいいです。こちらが乾いた状態です。ちょっと分かりにくいんですけど、若干光の反射が赤っぽくなっています。で、このフィニッシャーズヤスリを使用して光沢を出していきます。やっぱりね、クリアパーツといえばツルツルテカテカなイメージあるんで、しっかり処理していきます。よくよく考えたら蛍光変光パールでツヤツヤテカテカってものすごい豪華ですよね。このヤスリの使い方は、まず緑の方を使用して少し表面を慣らしていきます。この際に若干曇りが出てしまうんですけど、反対側の白い方で削るとそれも綺麗になくなってしまうので、恐れずにやっていきましょう。表面が平らになったら次に白い方を使用して優しく撫でていきます。なんか部品の形状と持ち方のせいか完全にネイルケアしているようにしか見えないですね。違う動画になっているような気がします。音消しちゃってるんでわからないんですけど、ものすごいキュッキュッキュッキュ音がするようになってきました。ツヤが出てきている証拠です。僕ね、寒くなってくると肌が乾燥しちゃうんでね、研磨が進んでくるとツルツルで持つのが辛くなってきます。他のクリアパーツ何回も落下させました。
それでは塗装が終わったので組み立てて完成です。ガンダムビルドメタバースより新バーニングガンダム、いかがでしょうか。グラデーション塗装がいい感じに決まってかっこよくなりました。それではビームマントを展開してみましょう。こちらのウィングはマスターガンダムをイメージして作られているそうです。実際ね、マスターガンダムのものと比べるとちょっとちっちゃいみたいなんですけど、これはこれでかっこいいですよね。続いて今回のこだわりポイント、クリアパーツを UV ライトを使用して光らせてみます。はい、こちらです。蛍光レッドとオレンジがいい感じに作用してますね。炎が燃えている感じにも見えなくはないけど、いかがでしょうか。横から見えたクリアブルーの部分もめちゃくちゃかっこよく感じます。続いてウィングを展開して刀を持たせてみました。このね、刀のエフェクトパーツもグラデーション塗装を行っています。この羽の展開の仕方するとめちゃくちゃかっこいいですね。それではこの状態でまた UV ライトを使用して発光させていきたいと思います。めちゃくちゃかっこいいんで見てください。どうぞ。この刀のエフェクトパーツなんてめちゃくちゃ熱そうな炎のイメージですよね。こんなの現実にあったら刀身の素材どうなってんだって話ですけどね。羽の部分もいい感じです。それでは最後にいくつかポージングをしていきましょう。まずは剣を構えているポーズからの UV ライトで発光しているところ、そしてマスターガンダムでよくありそうな構えですね。それと忘れちゃいけないパンチのエフェクトパーツ、それともう一個蹴りのエフェクトもついていたんですね。こちらももちろんグラデーション塗装をしたので発光させるとこうなります。かっこいい。はい、それでは新バーニングガンダムいかがだったでしょうか。このガンプラがかっこいいなと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。次回の動画も必ず見てください。